はいどうも皆さんこんにちは。今回は犬養毅内閣についてお話ししていきます。犬養毅といえば515事件で殺されたということが有名ですが、それ以外にも重要なことをたくさんしています。ということで今回の動画では犬養毅が行った政治の話、次回の動画では515事件の話といったように2回にわたって犬養毅についてお話ししていきます。それではまず最初に犬養毅がどのようにして総理大臣になったのかからお話を始めていきましょう。犬養毅は岡山県の名家に生まれました。名家とはいえ生まれた時から家計は厳しく贅沢な暮らしはしていません。その厳しい生活に拍車をかけたのが父の急死です。当時13歳だった犬養毅は父が死んだことによってさらに生活が厳しくなりました。そこで寺子屋を開き学費を自分で稼ごうと考えます。こうして生きるために本気で学問に取り組んだ結果、成績は伸びていき、上京して慶応義塾に入学、福沢諭吉に学ぶことになったのです。犬養毅の才能は特に文章を書くことで発揮され、西南戦争に従軍して現地で書いた文章は臨場感あふれるとして彼の名前を世に広めました。こうして犬養毅は新聞記者として名を挙げたのです。そんな犬養毅の転機は自由民権運動でした。反発勢力が政治を独占している状況に板垣退助や大隈重信が反発し、政党を結成して反発勢力は好き勝手するな、我々も政治に参加させろと主張するようになったのです。この運動において犬養毅は大隈重信の立憲改進党に入党し、政党政治家としての道を歩み始めます。これ以降の政党の移り変わりを見ていくと、一度は自由党と立憲改進党が合同したもののすぐに分裂、憲政党は伊藤博文を総裁にして立憲政友会となりました。しかし憲政本党改め立憲国民党の内部では犬養毅の力があまりにも強かったため、犬飼派と反犬飼派で分裂。犬飼派は犬養毅が総裁となって革新クラブ、反犬飼派は加藤孝明が総裁となり立憲同志会となって、後に憲政会、立憲民政党と名前を変えていきます。そして革新クラブが立憲政友会と合同したことで、立憲政友会と立憲民政党の二大政党が出来上がったのです。このような経緯があったため、犬養毅はもともと大隈系だけど板垣系の立憲政友会に所属するという、いわばよそ者の立ち位置でした。しかし犬養毅の国民からの人気は高かったので、立憲政友会はその人気を利用します。犬飼を総裁に祭り上げたら選挙に勝てる、そう考えて総裁に任命したのです。こうして総理大臣になった犬養毅ですが、当時国外では満州事変が勃発しているところ、国内では昭和恐慌が続いているところでした。満州事変は515事件に関わりが深いため、次回の動画でお話しするとして、今回の動画では日本国内で起きていた昭和恐慌についてお話ししていきます。そもそもなぜ昭和恐慌が起きたかというと、アメリカの株価が大暴落した影響が世界中に広まっていたからでした。世界恐慌です。当然アメリカは不景気になりますが、世界の経済はアメリカに頼っていたため、その影響は全世界に拡散。日本も不景気になってしまいました。当時の日本は立憲政友会と立憲民政党の二大政党制で、民政党は金本位制を続けたら景気が良くなると考えていて、政友会は金本位制を停止したら景気が良くなると考えていました。同じような問題はイギリスでも起きていたのですが、最終的にイギリスは金本位制からの離脱を決定。そうなると日本国民は、イギリスが金本位制から離脱した、日本もそろそろ離脱するだろうと予想します。そこで頭のいいお金持ちたちは、これを利用してお金を稼ごうと考えたのです。どうやってお金を稼ぐかというと、為替取引です。例えば100円が50ドルの時に1万円をドルに変えると5000ドルが手に入ります。この5000ドルを手元に置いておき、日本が金本位制を離脱するのを待つ。そしていざ金本位制を離脱すれば、円の信用は低下して円の価値は下がります。ということで100円が40ドルとなった時に、さっきの5000ドルを円に戻すと12,500円となり、両替をするだけで2500円が手に入るのです。これを見越した三井などの財閥系の巨大銀行は、金本位制が停止される前にドルを購入。そのせいで大量の金が国外に流出してしまいました。そんなタイミングで犬養毅が総理大臣に就任。政友会は
金本位制を停止したら景気が良くなると考えていたため、当然金本位制離脱に向けて動いていきます。こうして大蔵大臣に就任した高橋是清は、内閣が成立したその日に金本位制を停止、財閥の予想は大当たりして大儲けします。しかし反対に国民は恐慌で職を失うほどのダメージを受けています。三井と政友会はつながっている。三井が儲けるために政友会が金本位制を離脱したのではないか、そのような疑惑も広まっていき、やはり政党政治は腐っているという雰囲気が広がっていきました。こうして金本位制を離脱した結果、円の信用が失われて相場が大幅に下落、一時100円が約20ドルと半分以下にまで下がりましたが、高橋是清はしばらくの間これをわざと放置しています。理由は簡単、輸出の促進です。円安になると日本製品の外国での値段が安くなる、日本製品がよく売れるようになるだろう、そう考えたのでした。この思惑が見事に当たり、輸出が急増。特に綿織物の輸出はイギリスに代わって世界第1位となっています。他の国が恐慌からの脱出に苦戦する中、日本の景気は回復していったのです。こうして日本は他の資本主義諸国に先駆けて恐慌を克服し、世界恐慌以前の生産水準を回復しました。しかし欧米諸国は日本に悪い印象を抱き始めます。例えばアメリカは政府資金を投入して農業を保護するなどの政策を実施、イギリスは本国と属領との結びつきを強める政策を実施していたのですが、あまりにも日本製品が安かったため、自分の国の製品よりも売れてしまっていたのです。こうして欧米諸国は、日本は国際価格を無視している、日本は極端に低い賃金水準や劣悪な労働環境で商品を作らせていると非難して、ベルサイユ条約では8時間労働制を取り決めている、日本も8時間労働制を実施しろと主張していきます。こうして経済的な面でも日本は国際的に難しい立場になっていくのです。さて、いかがだったでしょうか。犬養毅内閣の雰囲気が理解できたかと思います。しかし忘れてはいけないのが、当時大陸では満州事変が起きているということです。当然日本国内もその影響を受け、政党政治に反発し、軍部を支援する動きが出てきます。ということで、次の動画では五一五事件についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。